皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。突然ですが、皆さんにはこういうお悩みはありませんか？一生懸命日本語を勉強しているのになかなか上達している気がしない。日本語を読んだり聞いたりすることはできるけど、自分で話すことはできない。話すのが難しい。おそらくこの動画を見てくれている人は、だいたい日本語学習の中級者レベルの人が多いと思います。実は言語を学習していると、必ずこの壁に突き当たるんです。でも安心してください。この悩みを持っているのはあなただけではありません。日本語、いや外国語を学習するすべての人が同じ悩みを持っています。そして成長していないわけではありません。あなたは確実に成長しています。ただ成長が見えにくくなっただけです。まずは皆さんにそれを知ってほしいなと思います。ということで今日は、なぜ一生懸命日本語を勉強しているのに成長を実感できなくなるのかという原因と、どのようにその壁を乗り越えるかということについてお話ししていきます。この動画を見ることで、どのように中級者から脱却し、日本語の上級者になっていくか、そしてどのように学習を進めていけばいいかということがわかりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。まずはじめに、なぜ日本語の上達を実感しにくくなるのかというその原因の正体についてお話ししていきます。そこにはいくつかの原因があるんですね。まず一つ目は、理解できる知識と引き出せる知識の間にギャップが生じてくるということです。皆さんこんな経験をしたことありませんか？日本語の難しい文章はある程度理解できるし、リスニングの問題もある程度解けるのに、なぜか話すことができない。これって言葉を学習していると必ず突き当たる壁なんです。日本語をある程度勉強していると、インプットする単語や文法が膨大になっていく。一方で、実際のコミュニケーションの場で使う単語や文法は、それに比べて少なくなります。知っている単語や文法は1000個あるのに、実際に会話で使えるのは100個だけということが起きてしまうんですね。残りの900個は読めばわかるし、聞けばわかるんです。なぜなら皆さんは一生懸命勉強しているからですね。皆さんは一生懸命学習して1000個の単語と文法を理解できるようになったんです。でも実際に使えるのはそのうちの100個だけということですね。そうなるとどういうことが起こるかというと、毎日こんなに勉強しているのに、いざ話してみると簡単な単語ばかりしか使えなくて、実際に知っている日本語とのギャップに苦しむことになってしまうんですね。これが原因で、いくら勉強しても自分の日本語が上達している気がしないということになってしまうんです。私も英語を勉強していて、このような現象がよく起こりました。私は単語帳で一生懸命英単語を覚えていたんですね。毎日毎日同じ一冊の単語帳を何十週も繰り返し勉強していました。だから英語を読むのは得意になったんです。英語のリーディングのテストでもいつも高い点数を取っていました。だから自分は英語ができると思っていたら、いざ話すとなると全然言葉が口から出てこないんですね。なんとなく知っているけれど使えるまでのレベルではない。実際に使うのは難しいということがよく私にもありました。でもこれって実は皆さんが一生懸命勉強して成長している証拠でもあるんですよね。実際に使える単語と自分が知っている単語の間に大きなギャップが生まれてくるということは、皆さんがそれだけ多くのインプットをしているということです。
言語学習において一番大切なのはいかに多くインプットしたかということです。これがないと自分で言葉を使いこなすことはできないんですね。だから知っている単語と使える単語に差が生じてきたということは、皆さんが成長している証です。だからまずは安心してください。インプット量も、そして自分が使える単語や文法も徐々に増やしていけば全然問題ありません。そして日本語の中級者が成長を感じられなくなってしまう原因の2つ目は、教科書的な正しい日本語とリアルな日本語のズレに直面してしまうということです。日本語を勉強していると、はじめは正しい日本語を学習しますよね。日本語の正しい文法や言葉の活用の仕方などをこれでもかというくらい勉強しますよね。ここまで勉強できた皆さんは本当にすごいです。日本語の文法ってすごく複雑で、それを日本語の初級から中級までみっちり勉強しますよね。まずはこの難しい文法を勉強してきた自分を褒めてあげてほしいです。でも実はこの後に壁に突き当たってしまうんですよね。この中級の段階を過ぎて、実際の日本人の会話であったり、日本の映画やドラマ、SNS など、生の日本語、実際の日本人が話す日本語に触れるようになった瞬間、大きなショックを受けてしまうんですね。そこには教科書で習った通りの日本語とはかけ離れたリアルな日本語があるからですね。例えば教科書ではこういう文章を勉強しますよね。ちょっと例文を紹介します。私は昨日友達と映画を見に行きました。映画はとても面白かったです。でも実際の日本人ってこんな風に言わないですよね。ネイティブが日常の会話で同じ状況を話すときはこんな風になりますよね。昨日友達と映画見に行ったんだけど、めっちゃ面白かったわ。ここで日本語の学習者は教科書的な日本語とリアルな日本語のズレに直面してしまうんですね。例えば私はや映画はというような主語がもうバッサリと省略されて、会話のテンポが優先されているということ、そしてカジュアルな会話の中でしか登場しない言葉の活用の仕方や語尾が出てくるということ、こういったギャップに突き当たると、今まで勉強してきたことが無駄だったんじゃないかと不安になってしまいますよね。自分が正しいと思っていた丁寧な日本語が実際の日常会話では堅苦しすぎたり、逆に教科書通りに話せば話そうとするほどロボットのように不自然な日本語に聞こえてしまったりするんです。この正しさを追求すればするほど生きた日本語から遠ざかるという矛盾に気づいてしまったとき、日本語を学習している皆さんはもう何をしていいかわからないというような無力感を覚えることがあります。本当にこのギャップって苦しいですよね。私も英語を勉強していて、テストのリスニングやリーディングの点数もすごく良かったので、英語の映画が見られるだろうと思ってみたら、もう初めから何と言っているかわからないんですよね。そのスピードに全くついていけないんですよね。実際のテストだとリスニングの問題も結構丁寧にナレーターの人が読み上げてくれるし、リーディングの問題も自分のペースでゆっくり考えることができますよね。でも実際に使われている場面ってそんなに優しくないんですよ。どんどん会話が進んでいってしまうんですよね。そして最後に、日本語の成長を感じられなくなってしまう原因の3つ目は、目に見える成果がだんだんとなくなってしまうということです。学習初期から中期にかけては成長の階段が非常にわかりやすく設定されていますよね。例えば新しい教科書の第1章を
覚えたとか、ひらがなやカタカナを覚えたとか、初級の基本的な文法を覚えたとか、そんな風に自分の努力が目に見える形で蓄積されていく実感が得られますよね。しかし中級から上級のフェーズに入ってくると、この目に見える階段がなくなってしまうんですよ。この段階での学習は新しい文法をゼロから覚えることというよりは、すでに知っている知識をどのように応用していくか、文章のニュアンスをどのように調整していくかという学習がメインになるからです。いかに知識を増やしていくかということよりも、どのように応用していくかという学習がメインになってきます。例えば同じ考えるという意味の言葉でも、思案するや熟考する、思い描くなど、いろいろなニュアンスの似た言葉がありますよね。そういった言葉の適切な使い方を学んだり、小説や文学作品に登場する表現や慣用句を理解できるようになったりというような、数値化しにくい学習に中級以降は取り組むことになります。なので成長がすごく見えづらいんですよね。何か難しい文法や言葉を覚えたからといって、それがテストのスコアに直結するわけではないですし、そういった言葉のニュアンスは数日でマスターできるものでもないので、実感も湧きづらいんですよね。だから自分が今どれくらいの段階にいて、どれくらい成長しているのかが全く見えなくなってしまうのが中級者の悩みになります。ある程度日本語を勉強していると、日常会話で困ることは少なくなります。友達と世間話をしたり、買い物や旅行をするだけならなんとかなるレベルまで上がってきます。かといってネイティブのように流暢で深みのある表現ができるかと言われればできないような、そこの見えない広い平原に放り出されたような状態になってしまうんですよね。つまり自分が本当に上達しているのかわからない、このまま勉強を続けても意味があるのかという疑問が頭の中をずっと巡って、学習のモチベーションがなくなってしまうことがあるんです。日本語の上達を実感できない原因について話していきましたが、皆さんは当てはまることがありましたか？本当にこの段階は辛いですよね。この段階で皆さんに安心してほしいのは、成長を実感できていないだけで成長していないわけではないということなんです。皆さんは確実に成長しています。それだけは知ってほしいです。それではどのようにしてこの中級者の壁を乗り越えていくのかについて話していきます。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。中級者から脱却して上級者にステップアップする方法の一つ目は、インプットの質を上げていくことです。日本語の中級者が陥りがちな罠は、日本語を聞いたり読んだりするときに、目で見て意味がわかる、耳で聞いて内容がわかるという受動的なレベルで満足してしまうことにあります。この状態のインプットは、いわば頭の中に大量の本をしまい込むようなものです。実際の会話のような瞬発力が求められる場では役に立たないんですよね。インプットをアウトプットにつなげるためには、ただ頭に情報を詰め込むだけでなく、体が反射的に反応するレベルまで変換していく必要があります。そのためにインプットの質を上げる必要があります。具体的に何をするかというと、一つ目はシャドーイングです。シャドーイングとは、ネイティブの音声をほぼ同時に追いかけるように発音するトレーニングのことです。ただリスニングで聞き流したり、日本語の文章を読むだけの学習より一つレベルが上がった学習法です。このシャドーイングをどうやって行うかというと、まずは自分のレベルに合った教材を用意してください。
そしてスクリプトがある教材を用意してほしいです。なぜかというと、実際に発音されている音と文字を正確に理解するためです。まずはスクリプトを読んでください。知らない単語や文法をゼロの状態にします。この理解する段階はすごく大事です。理解していないままシャドーイングをしても、それは単なるオウム返しの状態であって脳に定着しないからです。内容を理解した状態でシャドーイングをすることで頭に定着するようになります。スクリプトの内容をすべて理解できたら実際に音声を聞きましょう。まずは目でスクリプトを追いながら音声と文字の情報を合致させていきましょう。ある程度音声と文字の情報が合致できたら聞こえてくる音声の真似をしながらわずか後ろを追いかけて発音していきましょう。ネイティブのように発音できるまで繰り返す練習です。途中で自分の音声を録音して本物の日本語と比べてみてください。もしネイティブの発音と違うように聞こえる箇所があれば、そこを重点的に修正して練習してみてください。なぜこのシャドーイングの練習がアウトプットにつながるのかをお話ししますね。日本語を話すとき、日本人は特定の口の形や舌の筋肉の使い方、独特のリズムやアクセントを使っています。頭でどう発音するか分かっていても、実際にその動きをスムーズにできるかというと難しいですよね。だから日本語を発声するときの動きに口の筋肉を慣れさせることで、実際の会話で口がスムーズに動くようにする練習です。シャドーイングを繰り返すことで、頭で考えるよりも先に口が勝手に動く状態を作っていってほしいんです。そしてこのシャドーイングと一緒にやってほしいのが精読です。精読とは何かというと、一つの文章を徹底的に解剖するということです。皆さん多読はしたことありますか？日本語の文章をたくさん読むことで、日本語の語彙や文法を自然と勉強することができます。これと合わせて精読というのもやってほしいんですね。精読では一つの文章を徹底的に解剖して理解する練習をします。例えば日本語で書かれたニュース記事やエッセイをまずは選んでください。そして文章の構造を徹底的に理解していくんです。例えば何が主語で何が述語かということや、この指示語が一体何を指しているのかということを完全に理解していくんです。なんとなくわかるという状態をなくしていくんですね。少しでも引っかかるような表現があれば見落とさずピックアップしてください。そしてそのピックアップした表現が他の場面で使われていないか調べてみましょう。例えばこんな表現があるとします。〇〇せざるを得ない。皆さんこの表現の意味はわかりますか？実は私も〇〇せざるを得ないという表現に小学生の頃から触れていたのですが、日本人の私でもあまり意味が分かっていませんでした。どういう意味かというと、〇〇するつもりはなかったけれどそうせざるを得ないというような意味です。私自身もこの言葉をちゃんと理解できるようになったのは高校生になってからです。本当に最近の話です。でも少し難しい文章ではよく使う表現です。このようなよくわからない表現を見落とさずピックアップして、実際にどのような場面で使われているか、他の例文なども確認していくことで、どういう意味かを理解できるようにしてほしいです。さらにレベルアップしたい人は自分の生活でどのようにその表現を使えるかを考えてみてください。例えば先ほど紹介した〇〇せざるを得ないという表現を実際の日常生活で使いたいとします。そうすると例えばこういった例文が作れますよね。今週のプロジェクトが遅れているので休日も働かざるを得ないとか、予算オーバーなので
この計画は諦めざるを得ないといったように、自分の人生で使えそうな例文を作っていくことで、実際にそういった場面に遭遇したとき、使うことができるようになります。こうしたプロセスを経ることで、単なる知っていることから自分自身で使えるコミュニケーションに使える言葉へ生まれ変わっていきます。そして最後に、日本語の上級者になるために皆さんにやってほしいのが、教科書やテキストの外にあるリアルな日本語に触れる機会を増やしていくということです。初級や中級の段階で登場する日本語というのは、学習者のために整理された日本語ですよね。そこには失礼な表現や砕けた日本語、そして曖昧な表現は極力排除されています。しかし実際の日本語に触れてみると、日本人が話す言葉はもっと複雑で、もっと曖昧で、時に矛盾していることもあるわけです。中級者がこのギャップに直面したときに、教科書的な日本語とリアルな日本語のギャップを埋めていく作業が必要になります。この段階になってくると、教科書やテキストだけでなく、日本語学習者向けの YouTube チャンネルや、日本人が実際に発信しているコンテンツを教材として使っていってほしいんですね。もちろん教科書や単語帳などのテキストを使ってもらっても構わないです。ただそこにリアルな日本語に触れる機会もどんどん増やしていってほしいんですね。もちろん私が発信しているようなポッドキャストでも構わないです。私は若干はっきり日本語を発音するようにはしていますが、できるだけ自然な日本語を話すようにしています。こういった日本語学習者向けのコンテンツを教材にしてもいいです。そしておすすめなのは、皆さんの興味のある分野から始めてみてほしいということです。いきなり日本語の難しいニュースやドキュメンタリーを見てもいいですが、それだとモチベーションが続きにくいこともあります。なので、まずは皆さんが興味のある分野のコンテンツに触れるようにしてみましょう。例えば旅行が好きな人は、日本の観光地についての YouTube 動画を見たり、お笑いが好きな人は日本のお笑い番組を見たりなどです。まずは自分の興味関心のある分野のコンテンツに触れていくことが大切だと思います。そしてそういったリアルな日本語のコンテンツに触れていると、教科書では見たことがないような表現に出会うことがあると思います。そういった生きた表現に出会えたら、すごくラッキーなので、必ずその場でメモをしましょう。そしてその表現をどのように使うのかを、近くに日本人の友達や先生がいれば聞いてみてもいいですし、インターネットで調べてみたりして使い分けを理解できるようにしましょう。そして失敗してもいいので、実際に使ってみるところまでやるのが上級者になるためのコツだと思います。ということで今日は、日本語を勉強していて成長を実感できなくなってしまう理由と、それを乗り越えるための方法について説明していきました。多くの学習者、すべての学習者がこの中級の壁にぶつかってしまうのは、勉強すればするほど知らない知識が増えていくことに圧倒されてしまうからです。このインプットの量に対してアウトプットのフィードバックの量が圧倒的に不足しているというギャップで、自分は成長していないと思ってしまうんですね。でも何度も言いましたが、皆さんは確実に成長しています。そこは安心してください。このまま多くの日本語の知識をインプットしながら実際に使うというアウトプットの機会も作っていくことが大切です。時には失敗することもあるかもしれませんが、むしろ失敗することは勉強するチャンスだと思って、思い切って日本語を使う機会を増やしてみてください。日本人の友達を作ってもいいですし、日本語の先生に自然な日本語の使い方を教わってもいいです。インターネットに自分の日本語を話している動画をアップロードしてもいいです。AI を使って日本語を
アウトプットする機会を作ってもいいでしょう。やり方は皆さんの工夫次第でたくさんあると思います。今日はちょっと難しい話もしましたが、焦らず自分のペースで楽しみながら日本語を勉強していくことも大切です。あまり自分を追い込みすぎずに、時には休んだりもしながら日本語の学習を楽しんでください。ということで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。いつも皆さんのコメントとチャンネル登録が励みになっています。いつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。